皆さんこんにちは。今回は上半身を、深くストレッチしていくディープストレッチ、ヨガを一緒にやっていきましょう。特に上半身をね、今日は、テーマにフォーカスしていくので、上半身の柔軟性を高めたい方、あとはね、デスクワークだったりとか、上半身を、あまり動かさなくて、この辺り、固まってるなと思う方なんかやっていただくと、すごくほぐれるかと思うので、一緒にやっていきましょう。それではまずは一度四つ倍になっていきます。両手肩幅、両膝腰幅で、まずはね、手のひらしっかり開いて土台作っていきましょう。背中がね、しっかりとまっすぐな状態、まずは作って、で、首が落ちすぎたり上がりすぎないように首長くしていきます。さあ、ここから一度鼻から息を吸っていきましょう。一度鼻から吐いて。次の吸う呼吸で今度は背中を少しずつ反らして、胸をね、下に落とすようにして首長く少し斜め前見ていきます。手のひらゆっくりマットを押して、次の吐く息で背中腰をゆっくりカーブを作るようにして、丸く丸く丸めながら、そこで手のひら強くマットをして、肩もね、上に上に引き上げていきます。呼吸に合わせましょう。吸う息で、一本一本背骨を動かすような意識。胸を開いて、少し頭斜め上。吐く息で背中腰丸くしながら、少しね、手のひら強く押してみましょう。あと2回吸って、吐いて、丸めて。ラスト1回いきましょう。吸う息で、胸が前です。手のひら強く押す。最後一番高く丸く丸く背中腰丸めていきましょう。次の吸う呼吸でゆっくりニュートラル背骨を真ん中の位置に戻していきます。さあ、ここからね、少し一度お尻をかかとの方につけて、手をちょっと前に伸ばしていき、そのまま滑らせていきましょう。足のつま先立てていいです。で、少しね、前に、位置が行き過ぎている人は後ろに下がって、で、滑らせながら手、肘伸ばした状態で、ゆっくりね、顎をマットの方に近づけようとしていきます。気持ちよく背中、上半身、特に肩周りが伸びてくるので、おでこをつけてもいいですし、顎をつけてもいいです。そこで呼吸しながら、さらにね、伸ばせそうな人は手を前にスライドしていって、肘をついたり、顎をついたり、もしくは胸まで落としていってもいいです。自分ができるところで背中のね、上の方をぐーっと伸ばしていきます。呼吸ゆっくりしていきましょう。少しずつ手をまた前に自分の方に引き寄せて、一度両膝を広めに開いたら、かかと、お尻近づけくっつけて、通常のチャイルドポーズ。肩の力リラックス。ゆっくり呼吸していきます。少しね、今上のちょっと上半身、肩周り伸ばしたので、休めてあげます。さあ、そのまま頭を起こしたら、今度はこのままお腹、足マットにつけて、うつ伏せの状態。両手、両肘、腕の前側をマットについて、ちょうどね、両手が肩幅ぐらいになるようにスフィンクスのポーズ入っていきます。足は腰幅で、お尻少しキュッと締めてあげましょう。足の内転筋、内もももキュッと締めます。腰に負担がかからないように。その位置で両手をマットについたまま、自分の方にぐーっと手を近づける意識で、そして胸を引き上げて、少しね、胸を反らして、首長くして呼吸。背中結構ね、背筋使っているはずです。手のひらマットについたまま自分の方に引き寄せる意識です。一度下ろしていきましょう。
さあ、このまま一度右の手、肘を曲げて90度、マットに手のひらついていきます。で、もしこれが辛い方は、横に伸ばしても構いません。やってみてきつければ、右手は横に伸ばしましょう。そして、左の手、指先マットについたら、そのまま左の足を上げて、右の足の外側に左の足、つま先をつけて、頭楽に下ろしておいていいです。そしてね、少しぐーっと左の足を右の足の外側につけることで、右の胸の前開いて、そして右肩ストレッチ、深く伸ばしていきます。ここね、特に胸の前、小胸筋という筋肉を今ぐーっと伸ばしているので、普段猫背だったり、前かがみになっている方、もしくはね、巻き肩の方はちょっと痛いかもしれませんが、じっくり伸ばしましょう。ここ伸びると姿勢も改善しますしね、肩周りもリラックスしていきます。さあ、ゆっくり戻りましょう。左足戻して一度顎マット。手を入れ替えます。左の肘を90度曲げる。もしくは先ほどきつければ、肘曲げなくて左手伸ばしちゃってもいいです。そして右手は指先立てて床押したら、右の足を今度外側に引き出して、左足の外側につま先をついて頭楽に下ろしましょう。左の胸の前が気持ちよく伸びていれば OK。もちろんね、気持ちよく感じなくても、硬ければね、ちょっと痛いかもしれません。きつすぎず、ただね、呼吸を止めないようにしていきましょう。あまり痛かったらね、足の位置を手前に戻して、そこで伸ばしていきます。左の肩、左の胸、ゆっくり呼吸を入れてあげましょう。さあ、ゆっくりと左足、右足、マットに戻して、顎を床。両手胸の横につきましょう。手のひらで床を押して、一度上体を起こして四つ倍になったら、両手をね、少し前に移動させ、手のひら、指、しっかり開いた状態で、足のつま先立てましょう。両足の膝曲げたまま、少し膝浮かして、そのまま膝曲げたまま、お尻を上に引き上げて、上半身の伸びを作っていきます。ぐーっとね、背中伸ばして、お尻を斜め上高く伸ばします。膝は曲げて、お尻を伸ばす、引き上げる。手のひら強く押しましょう。背中側がぐーっと使って伸びていきます。少しね、今日はこの膝を曲げたバージョンのダウンドッグで、特に上半身をぐっと使って伸ばしてあげます。呼吸忘れないように。両膝伸ばせそうな人はそこから伸ばしていっても構いません。きつければ膝曲げたまま。もしくはね、足の裏伸ばしたい方は足の裏も伸ばしていっても構いません。通常のダウンドッグに入っていきます。きつければ上半身だけの伸びでも構わないので、膝を曲げておいてもいいです。あともう少し呼吸。ゆっくり両膝をマットに戻してチャイルドポーズになりましょう。一呼吸ついて。今使った腕、肩、リラックス。さあ、ここから頭ゆっくり上げていきましょう。一度ね、マットに座っていきます。さあ、座っていったら、右の手をまっすぐ前に伸ばしていき、その上から左の肘を曲げて、右手の上に重ねて、ぐるっと両手を絡めていきます。そしてね、さらに手のひらと手のひらをこうくるっと合わせるようにして、両手を合わせて、イーグルポーズの腕を作っていきます。ここで手をくっつけるのきつければ、親指を持つだけとか、手と手の後ろ、甲をつけるだけでも構わないので、まずは引っ掛けていきます。引っかかったら、
両肘を胸から離して、肩のラインまで伸ばして上に引き上げましょう。呼吸して、肩甲骨外側、二の腕、肩周り伸ばしていきます。肘が下がってこないように両肘を上に引き上げる。呼吸を止めないように。そのままゆっくりと背中を丸めながら肘を胸の方に近づけて少し体を縮めます。そこから肘、腕、指先を少し斜め前にぐーっと伸ばしていきましょう。背中丸めたままで構いません。さらに深く肩甲骨伸ばして腕の外側も伸ばしていきます。ゆっくりと両肘緩めながら背中を伸ばして一度両手をどいていきましょう。少しリラックス肩回していきます。では今度反対です。左手肘伸ばしてまっすぐ正面。右肘を曲げて左手の上からまず絡めましょう。手のひらもしくは手の甲もしくは親指を掴んでも構いません。セットできた人、肘を胸から離して肩のライン。さあここで肘が下がってこないように上に引き上げて呼吸していきます。背中が丸まらないように。両肘は上に引き上げて呼吸を丁寧にしていきます。吸う息、吐く息。できるだけ同じ長さのテンポを繰り返します。そのまま背中丸めて少し肘胸に引き寄せてから今度は斜め前にぐーっと指先を前に押し出す。さらに肩周りが伸びていきます。ゆっくり緩めましょう。両手楽にほどいて、少し肩楽にしていきます。では、このまま右手、肘を曲げてね、少し後ろから見せていきます。右肘を曲げて、こういう風にね、背中のちょうど真ん中の方に当てるようにして肘を曲げていきます。まずこれだけやっていきましょう。右肘を曲げます。そこでね、しっかりと右の肩、広がるようにして胸を広げていきます。さあ、ここから左手を天井に伸ばして、後ろでね、両手をつないでいきます。もしつなげなければ洋服を掴んであげるだけでもいいので、もしくはタオルだったりストラップを持って、掴んでいきましょう。持ててる方はね、この左肘が外に逃げないように天井方向上に向けていきます。左の肘、天井、右肘は下に。上下にね、引っ張り合うようにして背中長く伸ばしていきます。呼吸していきましょう。肩甲骨の可動域が増えたり、あとはね、肩周り、二の腕がしっかりぐっと伸びてきて、少し普段使ってない人にとってはね、ちょっと最初きつく感じるかもしれませんが、深い呼吸でね、体緩めつつ伸ばしてあげましょう。ゆっくり最後の呼吸吐き切ったら、両肘をほどいていきます。少しね、優しく回していきましょう。では今度は左の肘を曲げて、左手後ろで、一度まずは曲げていきます。今度右手です。右手上に伸ばして、後ろで掴める場所を掴みましょう。
シャツだったり服を掴んでもいいし、手と手の指先を絡められれば絡めていきます。そしてね、今度右肘が上、左肘が床方向。特にね、この右肘を上に伸ばすと、右の二の腕がぐーっと伸びてきますね。左の肩周りもぎゅーっと伸びていきます。呼吸しながら、反対も伸ばしていきましょう。右肘がね、外に逃げていかないようにできるだけ上に向けていきます。ゆっくりと最後の呼吸吐き切ってから両手をほどいてリリース。一度軽く回してリラックスして、だいぶ動いてこの辺暖かくなってると思います。さあではね、このまま一度右手を上に伸ばして背中長く右手上に。吐く息で左手のひらマット、右手長く伸ばして、そんなに体側、体を下に倒さなくていいので、右の体側、指先まで意識して、斜め上にぐーっと右の指先を伸ばしていきます。右肘が緩まないように右肘長く伸ばす。右のお尻は床を押して、自分の伸ばしている右の指先とお尻で押し合って引っ張り合うような感覚。右の腰が伸びてきます。ぐーっと。そのまま少しね、上半身上方向を向いて、右手を大きく外回ししていきましょう。ゆっくり呼吸しながら、少しね、右手を大きく円を描くようにして、伸ばしてあげます。肩甲骨からね、動かすように。最後終わったら一度戻っていきましょう。では反対、左手を上に伸ばして、まず息吸って、吐きながら体、今度は右の方に少し倒します。右手のひら床マット。そして意識するポイント。左のお尻はぐっと床を押して、底抜けないように左の肘、左のつま指先までぐっと伸ばします。肘が緩まないようにね、ぐーっと左の指先を斜め上、天井方向。お尻は床方向に押して引っ張り合う。呼吸しながら左の腰回りがぐーっと広がって伸びてきます。そこをキープしたまま呼吸をして、少しね、上半身上の方に向けて、左手を大きく今度外側から回して。腕というよりも、肩甲骨から動かす意識。大きくね、肩甲骨を動かして回していきます。ゆっくりと呼吸忘れないように。ラスト1回終わった人は左手戻して、一度リラックスしていきます。ではそのままゆっくりと膝を曲げて、お尻、頭、背中、床についたら、一度胸の方に膝を引き寄せて軽く背中、腰緩めていきます。左右に揺すったり、引き寄せたり、自分がね、心地いいなと思う方法でいいです。ゆっくりと両足楽に真ん中で止めて、さあ、そこから足楽に膝伸ばして、最後はシャバーサナに入っていきましょう。今日使った上半身もだらーんと力、肩の力も腕の力も抜いて、足回りもね、全部力を落としていきます。目を閉じて、そして体の重さを全部下の方に落として預けていきましょう。シャバーサナ。自分の好きなだけシャバーサナの時間取っていきましょう。